ピンクをメインにしたイベントメイクをしてみました。もしよかったら参考にしてみてください。皆さんこんにちは。私の名前は戸岡里奈です。私はファッショニスタとしてどんな服でも着こなせる女性になるために日々頑張っています。私は手話とダンスを融合させた手話ダンスを広めたいと思って日々活動しています。今日はピンク色のかっこかわいいイベントメイクをしました。ではどうぞ。カラコンはティアモのアモールグレーを使っていて 14.5mm でナチュラルですごく自然な感じでピンクにすごく合うなと思ったのでこちらを使用しました。下地は素顔のエアーフィード CC クリームスムース01番ピュアナチュラルを使用していて、これはすごくサラサラな仕上がりですごく塗りやすいのでいつも使用しています。次に赤み補正コンシーラーを使っていてセザンヌのソフトグリーンを使っています。これはすごく塗りやすいクリーム状で赤みをすごく消してくれるのでよく使っています。ファンデーションはケイトのパウダレスリキッドオークル C のファンデーションを使っています。リキッドを使用する理由はすごく伸びが良くてナチュラルに仕上がるのが気に入っているのでよく使っています。こちらのブラシを使って全体的に伸ばしているんですけど、すごく毛が柔らかい素材なので肌にグイグイやんなくてもふわーっとやるだけで全体的に伸びてすごくいい仕上がりになるのでおすすめです。リキッドの方のコンシーラーなんですけど、先にやることで気持ち赤みを薄くできるかなと思っていつもリキッドを先にやっています。コンシーラーはいつもスポンジでポフポフ叩き込むような感じで入れています。手でやるよりも余計な分をスポンジが吸い取ってくれるのでいつもスポンジを使っています。次、コンシーラーキャンメイクカラースティックモイストラスティングカバー02番スティック状のやつを使っていて硬いのですごく赤みが強いところにトントンと叩いて手でポンポンポンってやるだけで大丈夫です。ノーズシャドウはセザンヌフェイスコントロールカラー4番マットブラウンを使用していて両方の手の薬指につけて一気にシュッと引いて一発でクッと引いてやっています。こっちの方がすごくやりやすいので私は一個一個じゃなくて両方一気にやっています。次にチャコットのフィニッシングチャコットのちょっと待ってくださいなんで割れちゃうんだろう。チャコットのフィニッシングパウダーブライトニングオークルを使用していて、これはすごく粉っぽいのでパフパフってやっちゃうとすごく粉っぽい顔になってしまうので筆で取ってから落として粉を余分なものを落としてから塗っています。アイプチです。アイプチは私は左目が二重幅が狭いので大きさが違うので左側だけアイプチを使用していて、私が使用しているのはファイバーなんですけど、ファイバーの方が面積が狭いのでシャドウがすごく乗りやすくてすごくいつも使っています。次に眉毛が100均のものを使っていて、これはすごくいいグレーというかブラックというかな色なのですごく自然な感じになって、濃くしたい時は濃く何回もやれば濃くなるし、薄い時はもう本当に軽いタッチでやれば薄くなるっていう感じですごく扱いやすいので愛用しています。アイブロウの仕上げはパウダーでキャンメイクのミックスアイブロウ01番を使っていて、一番濃いやつを全体的に伸ばして仕上げています。眉毛なんですけど色を塗りたいので120色パレットのピンクの色を使って色を少しだけ入れています。アイシャドウのベースとしてキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの11番のクリーム色っぽい色を使っています。ベースのシャドウの時は平たいブラシで全体的に伸ばしていて、左側にアイプチをやっているんですけど、アイプチのところは思いっきりやってしまうとビヨーンって伸びてしまうのでそちらを気をつけながらポンポン押さえてやっています。次にアイシャドウで目尻側に100均のブラウンの3色のやつの真ん中の茶色っぽいオレンジ色っぽい色で目尻の方のところに入れていきます。次に100均の最初に眉毛描いたもので下の方に垂れさせるためにシャドウとして影を入れていきます。次は120色パレットのオレンジ系を使って先ほど100均のもので描いた上にもう一回重ねていきます。シャドウは120色パレットのピンク色を使って奥行きを出すために少し深い色を使って色を塗っています。次は120色パレットの白のシャドウで目頭からまぶたの真ん中あたりまで白をポンポンポンとのせて塗っていきます。
次のシャドウはシャコットのメイクアップカラーバリエーションショッキングピンクを使って、さっき描いたオレンジ色とかピンクのところにグラデーション乗せた上にもう一回こちらを乗せていきます。次は少しキラキラさせたいので、キャンメイクのジュエルスターアイズ01番を使ってキラキラさせていきます。ポイントは白いところを多めに塗ってキラキラさせることです。他は全体的に薄く塗っていきます。次はシャコットで、さっきの上の色と同じように涙袋から鼻筋にかけて石灰ラインの角度に合わせて下から真ん中に向かって引きました。これはバランスを取るために真ん中に向けて引いています。次にスターゲイザーのカラーシャドウのローズピンクを使って、さっき描いた石灰ラインの下ら辺に描いたピンク色の上に線を描いていきます。また同じでこちらのスターゲイザーのカラーシャドウローズピンクをまたこちらのピンク色のところにグラデーションとして入れていきます。次に120色パレットの白のカラーでさっき引いたピンク色のライナーと目の間の隙間に白を埋めていきます。白を入れるポイントとして、こっち側が白色なのでそこに合わせて下の方にも白を入れてバランスを取りました。三つ星のライニングカラー 4C というものを使って目尻の下ら辺に1本線を引いてから下の方にぼかしていくイメージで描いていきます。アイブロウのリキッドの方を使ってアイラインを濃く見せたいのでダブルラインを途中から引いて長く見せています。アイライナーはメイベリンのハイパーシャープライナー漆黒ブラックを使っています。こちらはすごく細いので描きやすいのでいつも使っています。描くときはまっすぐになるべくなるように垂れすぎず跳ねすぎずなレベルで真ん中に引いていく感じでシュッと少し長めに描いています。同じくライナーで石灰ラインを描いていくんですけど、ここは本当にちょこんちょこんと描いていきます。引きすぎるとすごく強い印象になってしまうのでほんの少しで大丈夫です。次がメイベリンのハイパーグロッシーリキッドライナーを使って点々を描いていきます。こちらはバランスを取るために描いているんですけど描かなくても大丈夫です。で、これを使う理由は普通のライナーよりもこちらの方が量が多く出るというか描きやすいのでこちらを使っているのと、落としやすくてこちらの方が私は使いやすいなと思っていつも使っています。次にマスカラなんですけど、ビューラーで根元から全部ガッて上げてから次にマスカラに入ります。マスカラはメイベリンのボリュームエクスプレスビッグアイを使っていて、こちらは下まつげ用と上まつげ用で分かれていてすごく使いやすいです。で、先に上まつげ用のもので塗っていきます。その次に下まつげ用で下を塗っていきます。白い方を多めに塗っています。次にトニーモリーのスポイラーオイルペーパーパクトを使っていきます。ハイライトとしての役目じゃないんですけど、こちらはすごくハイライトとしても役立つので私はハイライトとして使っていて、おでこと鼻の横の間、このチークの隣あたりと顎と鼻に塗っています。100均のノーズシャドウのノーマル肌系を使ってハイライトの方を使ってポイントで一番高くなるところにのせています。次はリップです。リップはメイベリンのベイビーリップスを使って色をつけていきます。そして潤いものせていきます。リップの後にティッシュでオフをして色を少し押さえています。リンメルのマシュマロルックリップスティック12番を使っています。真ん中に塗ってなじませるような感じでじんわり血色感を出して広げています。またティッシュオフをして少し色を落としています。チークはリセのブレンドカラーチークスピンキッシュレッドというものを使っていて、これは色がグラデーションになっているので下の色が薄い方でチークを塗っています。最後に帽子をかぶるんですけど、メイクが強いのでこちらを目立たせたいので前髪をしまいました。どうでしたか？私はこの濃いメイクでお出かけしたりもしています。今日はピンクをメインにしたイベントメイクをしてみました。もしよかったら参考にしてみてください。今日のコーデのテーマはアーミーをイメージしました。なのでカーキの MA1 とワインレッドのベレー帽を使いました。もしよかったらチャンネル登録をして他の私の動画もチェックしてみてください。バイバーイ。